ンセヨココロです。今日もまた韓国に来ているんですけど、今日はちょっと特別で、なんと私の誕生日旅行の Vlog です。イエーイ。誕生日まで韓国にいるんかいっていう話なんですけど、自分へのプレゼントということでカンヌンで一人旅をしてきて、それからソウル旅行に行ってきたので、その時の Vlog をお届けします。またカンヌンの Vlog は別で投稿するので、よかったら見てください。カンヌン駅から KTX に乗ってソウル駅の方に向かってます。初めてカンヌン行ったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったので、ソウルから2時間半ぐらいで行けるのでおすすめです。ソウル旅行に飽きてきた人はぜひ行ってみてください。ソウルでの旅行はお母さんと一緒にする予定だったので、私がソウルに着く1時間前に着陸する便にお母さんに乗ってもらって、ソウル駅で待ち合わせしました。안녕하세요。で、お母さんも私もお昼ご飯を食べていなかったので、めちゃめちゃお腹が空いてて、このソウル駅のロッテマートの方の入り口近くにあるエスカレーターを上に上がると、すっごい広い飲食店街があるんですね。私初めて行ったんですけど、ここめちゃめちゃおすすめです。この間カンナムで食べたタムタムっていう超美味しかったハヌホルモンのフォーのお店があります。見つけてしまったので食べたんですけど、ここ本当に量が多いので2人で1皿で十分なんですけど、前回ハヌ食べたんで普通のホルモンの方にしたらやっぱりハヌの方が美味しかったです。あと店員さんがめちゃめちゃ気を使ってくれて、一番辛くないやつを頼んだんですけど、前に食べた時より辛さが控えめになってて、多分調節してくれたのかなと思います。メニューもね、日本語版のやつをわざわざ渡してくれて、食べてるところまでガン見でした辛ラーメンぐらいの辛さが食べれる方はぜひここのハヌのホルモンの方を食べてみてください。めちゃくちゃ美味しかったので、私はまたリピートしようと思います。そして今回も韓国に住んでる友達に会う予定があったので、お土産を買いに行きます。韓国に住んでる友達に現地調達で渡すっていうちょっとずれたことをしてしまったんですけど、ドヨンさんのコンサートでどうしても欲しかった MD がまさかの予約販売だったんですよ。韓国に住んでる友達にそれを頼んでもらったので、お土産を渡そうと思ってミョンドンのロッテ百貨店に来ました。私の大好きなお餅屋さんを見つけてしまったんですけど、ちょっと迷って違うお店を探しました。じゃーん、今回はここのお店でヤッカを買おうと思います。めっちゃ可愛くないですか、ここのヤッカ。4種類あってどれも美味しそうだったので、自分用に全種類入ってるボックスと少し大きめのボックスを友達用に購入しました。やっぱデパートのヤッカはすごい美味しいです。前にちょっと高めのヤッカ食べてからハマってるんですけど、ちゃんとしたヤッカ専門店のお店のは全然味が違うので、ぜひ食べてみてください。梱包もめちゃめちゃ可愛かったのでお土産にぴったりでした。荷物が多くなってしまったので一旦ホテルに置きに行きます。これは私へのお土産、こっちは友達に渡す分です。めっちゃ立派。こんな風に包装してくれたらいいやんな。お土産にしやすい。急いでお洋服を着替えてカンナムの方に向かいます。前回私が二重の自然癒着を受けた1ミリ整形外科さんに、今度はお母さんのカウンセリングでやってきました。母も私と同じように二重のラインが垂れてるんですけど、前に眉下切開を受けてるので自然癒着だけじゃちょっとできなくて、切開もすることになりました。先に眉下切開を受けてるので余ってる皮膚が少なかったみたいで、また結構難しい手術になると思います。でもここの先生本当に上手なので、きっと綺麗にしてもらえると思います。私の経過はこんな感じで、もう全然自然癒着の跡は残ってなくて、めちゃめちゃ綺麗になりました。カウンセリングが終わって韓国に住んでる友達と会って物々交換してきました。頼んでたのはこのドヨンさんのドアーズのネックレスなんですけど、これがシルバーだったので絶対欲しいと思って友達に予約してもらいました。一生大事にします。
はい、今回の誕生日旅行で一番楽しみにしてたって言っても過言ではない韓国で初のディナーコースを食べに行きます。なのでさっきホテルに帰ってから着替えました。お店はソウル駅とナンデムンシジャンがあるフェヒョン駅っていう駅のちょうど真ん中あたりにあって、私たちはフェヒョン駅から来たので5番出口から出て大通りをまっすぐ道なりに進みます。そしたらすぐにめちゃめちゃ大きなビルが見えてくるので、そこの地下に入ってるお店です。見た感じオフィスビルっぽくってすごい静かなところにありました。入ってすぐのエスカレーターを2本降りて地下2階まで向かうとすぐお店があります。あ、ブルーリボン獲得してる。今回予約したのはエクソのソホさんとかブラックピンクのジスちゃんも訪れたコンピエルっていうコリアンフレンチファインダイニングなんですけど、コンピエルは韓国の四季折々の旬の食材を取り入れてフレンチスタイルのコース料理として提供してくださるお店です。コースは時間ごとに区切られてて、同じ時間帯のお客さんと一斉にスタートっていう感じでした。で、ここはオープンキッチンなのでカウンター席にするとお料理の盛り付け過程とかが見られてとっても楽しかったです。私たちは今回2025年の夏のコースをいただいたんですけど、なんとここランチだと6万5千ウォンでディナーだと9万8千ウォンでいただけるんですよ。この雰囲気でですよ、めちゃめちゃ良くないですか？コースの内容もすごいしっかりしててお腹がはち切れそうなぐらい出てきたんですけど、このコスパではありえないぐらい美味しかったのでぜひ参考にしてみてください。私たちはお酒が弱いので頼めなかったんですけど、ペアリングもあって3杯のワインが出てくるみたいなのでペアリングを頼むともっとお料理が楽しめると思います。私たちはそんなに飲めないのでスパークリングにしました。두 번째 디파이저에서는 눈이랑 캐비어 추가 가능하시고요. 거기 세미메인은 기본 고기, 메인 흑돼지인데 변경하시면 요리는 익힌 광어 요리로, 그리고 메인은 한우 치코스로 변경합니다. 광어 요리 두분 다 하나, 오리 하나, 광어 하나, 그리고 두 분 다 체크해주세요. コースの内容は決まってたので何も注文することはないだろうなと思ってのんきに待ってたんですけど、追加料金でお料理をグレードアップさせることができたので私たちは結構追加注文をしてしまいました。なるほどね、ここからちょっとずつちょっとずつ選択ができるみたいな。これが1個目がここに出てくるのめっちゃいいな。トウモロコシ、アスパラガス、ブルーチーズ、ディルウニやってめっちゃ美味しそう。もったいない、食べたくないな。1個ずつちゃんと日本語で説明があります。この前にあるタブレットは日本語のメニューも見ることができて一つ一つ詳しい説明が載ってるので食べててこれはこれとこれを組み合わせた味なんだっていうのが分かってとっても面白かったです。これハムやって。お料理が出てくると同時にワインも出てきました。グラスで頼めたのでスパークリングを頼んだんですけど私たちはこの1杯でちょうどよかったです。最初にアミューズが出てきました。なんと最初からハヌです。本当に一品一品こだわりが詰まっててこのコスパからじゃ考えられないぐらい美味しかったです。お豆腐や豆腐、カリフラワー、メロン、マカダミアナッツ。面白いな。なんか想像できなくない？材料だけ見たら味が、これは豆腐のエスプーマの中に一つ一つ違う味付けをされたフルーツや野菜が入ってました。面白いな。いろんな味する。食べる場所で全然違う。前菜2品目はハマグリでした。私たちはそれにウニを追加してます。
ブロッコリーに三つ葉、サフランにさっきウニ追加したもの。ウニの存在感がすごいね。いや、追加してよかったな。これウニ追加したのが大正解でした。めちゃめちゃ美味しかったです。クリーミーなソースにウニが溶けて、ハマグリとの相性も抜群に良かったです。私のお誕生日で予約したお店だったんですけど、お母さんもめっちゃ喜んでくれたので本当に行ってよかったです。なんかフレンチでこんだけさ、海鮮初めてかも。お肉か焼き魚系ばっかりやった。 꼼탕 모티브로 준비해드렸습니다. 가장 아래쪽에 찹쌀밥은 한쪽 면 구워서 식감 살려드렸고요. 그 위쪽으로 세 가지 버섯과 닭가슴살 슬라이스로 마무리해드렸습니다. 스푼 이용해서 방금 부어드린 닭육수와 함께 따뜻하게 드시면 됩니다. なんと5品目にはコムタンが出てきました。韓国ならではのフレンチ料理ですよね。でも韓国っぽいキムチとか辛いものが全然なかったので、素材の味が楽しめて日本人の口にもとっても合うと思います。コムタンらしい。おしゃれすぎ。韓国式フレンチ。韓国でフレンチ行く意味になるような。どれも優しい味やねんけど、ヒラメにキャビアを追加したものです。めっちゃソースが綺麗やね。海みたい。すごいよね。そして私は鴨肉。セミメインは私は鴨肉で、お母さんはそれを変更してヒラメが出てきました。これ違う食べ物だ。これ鴨はフルーティーな感じで甘く煮込んであってめちゃめちゃ美味しかったです。ヒラメもキャビアを追加したのでプチプチ食感と合ってて、どこを食べてもソースのいろんな味がして感動でした。お肉が出てきます。メイン料理はもともと黒豚のヒレ肉だったのを、私たちはせっかくなのでハヌに変更しました。お母さんも一緒。トリュフも追加できたけど、このままでも絶対美味しいな。だから追加しませんでした。見てください、この綺麗なサシ。焼き加減はミディアムでお願いしました。メニューのハヌの文字の横にナンバー9って書いてたんですよ。それが何か気になって調べてみたら、霜降りのスコアだったらしく、なんと1から9まであって、それのナンバー9だったみたいです。トップクラスのハヌでした。口に残らへん油がべったりしてない。さらっとしてる。さらっとしてるね。わあ、かわいい。自分でお祝い。お店の方に自ら誕生日であることを伝えてたため、最後のデザートにハッピーバースデーの文字を入れていただきました。なんと最後のデザートは瓦型のいちごアイスでした。じゃない、アイスクリームに近いシャーベット。わけわからへん。なんか見た目が全然違うからさ、味と見た目が違いすぎて頭が混乱する。これいいいちご。いちごとマンゴーの味混じってるよね。一部だけじゃない。フルーティーな感じ。美味しかった。お父さんごめんね。留守番のお父さんごめん。絶対パパも好きやから。そうやね。日本人が好きな韓国で食べたものの中で一番美味しかった。今まで更新してきた。この10年とっても
も満足できる食事で、他の季節のコース料理も気になったので、今回は夏のコースだったんですけど、春秋冬のコースもあるみたいなので、また韓国旅行の時に行きたいと思います。2日目も私の誕生日旅行なので、がっつりオタクをしようと思います。誕生日じゃなくてもするんですけど、今回はちょうど渡韓の日程が KWDA にかぶってたので、なんとスタンディングに入ろうと思います。真夏のスタンディングなのでスタミナをつけようと、私の大好きなタッカルビ屋さんに来ました。せっかくチャムシルまで行ったのでここのお店に来たかったんですけど、私湯金のタッカルビが辛すぎて美味しさは感じるんですけど、ギリ食べれないぐらいの辛さで、ここのタッカルビ全然辛くなくてめちゃめちゃ美味しいので、湯金のタッカルビはちょっと辛くて食べれないよっていう方はここ行ってみてください。私の大好きなエゴマの葉がいっぱい入ってて、なんかタッカルビとはちょっともう別の食べ物になってるんですけど、ごまソースみたいなのをつけて食べるんですけど、ごまのタレをつけて食べるとめちゃめちゃ美味しいんです。昔ながらの冷麺だったっけな、麺がうどんになってて超もちもちで、ここで多分製麺してるんだったと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいのでこれも頼んでみてください。お母さんも大満足でした。ご飯を食べたらとりあえず会場の方にチケットを受け取りに行きます。お母さんはスタンディングなので今回は一緒に入らなかったんですけど、その間エステに行ってもらうことにしました。私何軒かいろんなマッサージ屋さん行ったことあるんですけど、ミョンドンのヘラっていうマッサージ店がめちゃめちゃ上手で、美容クリニック1軒お休みにして、私のクルックのクーポン使ってもらったら若干安くできるので、ぜひ行ってみてください。よもぎ虫もついてきます。母とバイバイして、私は命がけのスタンディングに入ろうと思います。この間ウィッシュのペンミが日本であったんですけど、それもスタンディングで、日本はめちゃめちゃ平和だったんですけど、海外のスタンディングは初めてだったのでめっちゃドキドキしてました。しかも女性のグループも出るので男性ファンの方もめっちゃ多くて、ちょっと怖かったです。身長的に絶対見えないだろうなと思って20センチ弱あるヒールを履いてったんですけど、平均身長が170センチぐらいで、それでも私150センチしかないので埋もれました。特に最初はそんなにめっちゃ走っていく人はいなかったんで平和ではあったんですけど、始まるまでがめちゃめちゃ大変でした。ただ200番台を私が引いたのでめっちゃ近くで見れて本当にラッキーでした。初葉ちゃんとウィシュの出番を目当てにやってきたんですけど、スキズとかトゥバとかアイブにルセラに行ってめっちゃ有名なグループが間近で見れたので本当に行ってよかったです。超楽しかったです。ただ授賞式なのでめっちゃ長くて足は本当に死ぬかと思いました。이번 초봉 10위를 기록했습니다. 젠지 아이콘으로 급부상하고 있는 슈퍼루키 키키. 안녕하세요, 스타츠입니다. 그럼 지금까지 핫스타츠였습니다. 감사합니다. 네, 축하합니다. 축하합니다. 자, 토끼. 굉장히 지난 상태를 해주시고, 이어서 중도팀, 네, 옆으로 해주시고, 이어서 퍼포먼스 장인 트래비스! 자, 세 팀이 베스트 퍼포먼스상을 수상하게 됐습니다. 자, 진심으로 축하드리고요. 먼저 항상 보여주셔서 감사하고요. 이렇게 멋진 상도 받고 너무 기쁘고요. 저희 컬러 활동도 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사의気持ちを忘れずに頑張っていくので応援よろしくお願いします。사랑해요. 네, 지금까지 NCC였습니다. 감사합니다. 네, 축하합니다.
ライブが終わって足が限界に達してたので一回ホテルに帰って靴を履き替えてからホテルの近くにあったヨアジョンに行きました。イエーイ。いちごがありませんでした。いちごないとか初めてやねんけど、めっちゃショック。オレオーズとバナナだけ追加しました。食べてすぐ寝るレンちゃんのゼロコーラも買ってきました。もう飲んでるけど。いただきます。あんまり時間がないので今日の朝ごはんはやっかにします。いきます。うわあ、めっちゃよくない？めっちゃ立派。かわいい。コーヒー味いただいてみます。うわあ、結構大きいかも。なんか生クッキーに近い感じかも。やっかな、なんかボソッとした感じが全然ない。美味しい。続いてバニラ。じゃん。全然ちゃう。うまいうまいうまい。帰りの飛行機は1時過ぎの便だったので、朝ソウルでブラブラするのは諦めて、そのままキンポ空港に向かいたいと思います。コンビニに寄ったらたまたま海苔がめっちゃ安くて2袋1+1で買いました。うちのお土産は韓国に来すぎてるので毎回海苔だけなんですけど、めちゃめちゃかさばります。そしてキンポ空港の目の前にロッテモールがあるんですけど、そこにロッテマートも入ってるので海苔を買い足しました。練り物コーナーに吸い寄せられました。美味しそう。なんか中にお餅とかエゴマの葉とかいろいろ入ってるみたい。6個で1000円でした。めっちゃ安い、この重量で。そして最後にお昼ご飯を食べようと思ってネイバーマップで見つけた、なんだかメニューがとっても美味しそうだったお店に来ました。ムグンジお寿司でも何の魚か分からへんかった。いただきます。フェントしか書いてなかった。めっちゃ美味しそう。じゃがいもチヂミです。お寿司もめちゃめちゃ美味しかったんですけど、このエビとじゃがいものチヂミが最高に美味しかったので、よかったら皆さん食べに行ってみてください。キンポ空港だけじゃなくて他にも店舗がありそうでした。ポテトを薄焼きにスライスして押し付けながら書いてある。寿司めっちゃ美味しい。美味しいな。さあ搭乗時間が近づいてきたのでキンポ空港にやってきました。なんとコーヒーを買いに行ったらフォロワーちゃんに遭遇したので、最後の最後まで楽しい旅行でした。誕生日旅行大満足でした。また関連の Vlog 楽しみにしててください。アンニョン。